皆さんこんにちは。ゆずきゆかりです。今日はいつものメスティンでカオマンガイ作ります。カオはタイ語で米、マンは油、ガイは鶏のことです。それではお料理始めましょう。メスティンにお米1合、水 200cc を入れます。これは炊飯の基本なので覚えておきましょう。そしてあらかじめ鶏ガラスープも入れます。より味がお米に浸透するかもです。量は適当です。味が薄いよりはマシでしょ。それでは蓋をしてしばらく吸水タイムです。20分ほど浸積しました。それではニンニクチューブ適量。まだ朝なので控えめで。生姜チューブも適量。チューブってほんと便利でお手軽ですよね。生姜はポイ。お米と薬味を混ぜ混ぜしていきます。大方混ざったら上に長ネギの青い部分を並べていきます。臭み消しですね。その上に鶏もも肉を置きます。今回は半分にカットして使います。では蓋をしていざ炊飯です。ポケットストーブに燃料投下、着火してメスティンドン。火が消えたら炊き上がりです。炊けるのを待つ間にタレの準備です。長ネギの白い部分をみじん切りにしていきます。全体に斜めに切り込みを入れます。端っこまでいったらひっくり返してもう1回。この時、包丁でネギを切断しないよう注意です。2回端っこまでいったら縦に包丁を入れ刻んでいきます。このやり方だとネギの細胞をあまり傷つけないため余分な水分が出ずタレが薄くならないんです。あと大きさが揃っているので見た目もいいんじゃないでしょうか。刻み終えたらシェラカップに投入です。続いて醤油大さじ2杯。次に本当はレモン汁なんですがないのでお酢大さじ1杯。そして水大さじ1杯。ごま油大さじ1杯。生姜一絞り。お味噌だいたい大さじ1杯。お砂糖大さじ1杯。最後はオイスターソース大さじ2杯。調味料がたくさんいりますのであらかじめ家で調合しておくといいですね。それではよく混ぜ合わせておきます。ご飯が炊けました。10分ほど蒸らしたら蓋を開けましょう。鶏肉がちょっと縮んじゃいましたね。でもしっかり炊けてます。一度鶏肉を取り出してカットします。切り分けました。それでは上にタレをかけて彩りにトマトを添えて完成です。それではいただきます。ご飯がうますぎる。鶏肉の旨味がご飯に余すことなく染み込んでいて、そして鶏肉は箸で触れただけでポロッと崩れるほど柔らかく、でもしっかり旨味を中に閉じ込めていて、甘酸っぱいタレも絶妙に絡んでいて文句なし。100点です。無限に食べられそう。ごちそうさまでした。大満足の味でした。ご飯1合があっという間に消えるほど箸が止まりません。タレを準備するのは少し手間かもしれませんが、市販のタレもありますのでぜひ作ってみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。